皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。アビです。今日私は埼玉県狭山市にある智光山公園こども動物園に向かっています。いつも見てくださってる皆さんはもううっすらお気づきかもしれないんですけど、私朝早く出かけるのが割と苦手で12時には到着したいつもりだったんですけど、出発が12時過ぎちゃいました。新宿から中央線で国分寺まで向かって、国分寺で西武国分寺線に乗って東村山で降ります。東村山から乗る西武新宿線は26分発だったのに、25分にホームに着いたらすでにドアが閉まってて悲しすぎる。25分50秒とかだったのかな。ケロケロ。何はともあれ次の電車に乗って無事狭山市駅に到着しました。西口側から出て狭山22のバスに乗って終点の日生団地で降ります。ここから動物園までは徒歩で24分かかるみたいなので、超大股で早歩きして向かいます。 Google マップ先生にこの道を行けと言われたから合ってると思うんですけど、めっちゃ畑の道っぽくて入っていいのか不安。ちなみに1時間に1本動物園まで徒歩13分くらいの距離まで近づけるバスも出てるみたいなので、ちょうどのタイミングで家を出れる人はそちらをおすすめします。16時半閉園なのに14時40分に到着しました。今回の動物園はその名の通り智光山公園っていう公園の中にある動物園で、入園料は大人500円、中学生以下は無料です。さあ、餌をね、いろんな隙間に隠していくんですけども、なんでこんなことをしているかと言いますと、野生のコツメカワウソはですね、起きてる時間のほとんどの時間、餌を探してね、歩き回っています。はい、ただね、タイミングよく14時45分からのカワウソさんの5分タイムを見ることができました。今日はお魚の他にコストコから寄付してもらったサザエも食べてるみたいです。トイレがおしゃれすぎる。園内の右奥に進むとカピバラがお湯に浸かってました。猿山温泉が奇数日、カピバラ温泉は偶数日って書いてあって、今日は奇数日だからお猿さんの入浴を見に来るつもりだったんですけど、カピバラさん？この下のプールは湯気が出てないから水風呂っぽかったんですけど、温泉と水風呂を交互に楽しむなんてさすがカピバラさんですね。お風呂のお湯は天然の温泉が入っているそうです。ポニーたちのいる運動場では子供限定で乗馬体験もできるみたいです。1回200円だなんてこれまで見た乗馬体験の中で一番お安い気がします。ポニーとロバのおやつ販売もあったんですけど、もう売り切れでした。園内には子供向けクイズもいくつかあります。ポニーを見た後、カピバラさんを見に行ったらまたお風呂に戻ってました。体のサイズに対して風呂桶が小さいけど半身浴になっててちょうど体に良さそう。
ミーアキャットたちのベッドは砂でできてて床はあったかそうだけど、入り口が広くて風が吹き込みそう。だから入り口に立って風を防いでるのかな。少し進むと園の真ん中あたりでふれあい広場を発見しました。なんでこんなにがっしりくわえてるんだろう。めっちゃ可愛いです。ヤギと羊のおやつが1カプセル100円でガチャガチャで売られています。100円玉が1枚しかないから、後で入り口で両替してからあげに来ようかな。ちなみにふれあいエリアではモルモットとのふれあいもやっています。ふれあい広場をさらに奥の方へ歩いていくと、ついに今日一番気になっていた猿山が見えてきました。お猿さんに1個100円のおやつを購入しました。ちなみに肝心のお猿さんのお風呂なんですけど、湯気が立っててめっちゃ気持ちよさそうなのに、誰一人として入る気配がなかったです。スタッフさん曰く、お猿さんはもともとあんまりお風呂が好きな動物じゃないみたいで、あんまり入ることはないみたいです。園内では羊やお猿さんの他にもいろいろな生き物のおやつがガチャガチャで売られていました。ここのペンギンさんすごくて、ペンギンさんのエリアの中に草が生えてるんです。草むらにいるペンギンさん初めて見ました。入り口のあたりにはお土産売り場もあります。100円玉を両替してきたので、最後に羊たちにおやつをあげようと思います。後から温泉についてスタッフさんに聞いてみたら、お湯はお猿さんエリアもカピバラさんエリアにもいつも入ってて、偶数日奇数日って分かれてたのは、その日にちに係員さんの解説があるよってことだそうです。2時間でちょうど楽しめるくらいの小規模の動物園だったけど、温泉に浸かって温まるカピバラさんがめっちゃ可愛いし、運が良ければお猿さんの入浴も見れるしっかり見どころのある動物園でした。ただあんまり交通の便が良くないから、公共交通機関よりも車の方が行きやすいかなって思いました。今日も最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。